うん
からもこみちありがとうね。おいしい。いただきます。美味しそう、これパスタも。やっとです。たけのこと春キャベツ。春野菜。すっごく美味しい。よかったじゃん。美味しいよね。本当だって。飲みやすい。800円いくかい。I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Still got your smell wrapped in my bed sheets. Don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore.
caught up in the pain, but you showed me how to heal. Took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore.新作マロン。いただきまいただきます。す。ポン・デ・リングしか勝たんよ。俺はこの旬メニューしか勝ちません。おいしい。今回さ初めてさ視聴者さんたちにさ仕事辞めたことさ、伝えることにしたじゃん。でも多分さなんかどうして辞めたのかとか、なんかその辺をさ直接伝えた方がさ、なんかみんな多分すごい心配してくれると思うから、そうそう大丈夫って思うと思うから。いやいろいろすごい考えて、結果的にもう大満足っていうか、自分としてはもうこれしかないっていう決断だったけど、やっぱりその前の会社にいた時は、やっている仕事とか事業の内容はすごい素晴らしいんだけれども、なんか自分がどうしてもそこに力不足というか、こうお客さんの求めてることに対して貢献できてないというか、そこがどうしても苦しくて、なんか本当にこの仕事をやっていっていいのかなって思うことがずっと何回も思ってて、でその傍らで、ちょっとずつねニコライフが大きくなっていって、ボヌークが始まってって手伝うようになったらさ、視聴者さん、ルームメイトの皆さんがこんなにこう喜んでくれてるっていう姿を目にして、今までにはこんなことを感じたことなかったっていうか、仕事っていうかね、何かこう喜んでもらえることがこんなにあるって思ってなかったから、どんどんこうのめり込むっていうか、こういう仕事ができたらいいなって思ってて、ニコちゃんもすごい一人で頑張って大変そうだったから、自分が支えないといけないんじゃないかなって思ったし、ここに居場所があるのかなって思った。そうだよね。だって前のその仕事のさ一番忙しかった時とかさ、なんかこう忙しいけど存在意義を感じられないみたいなギャップにさ、なんか一時期さ何話してもさ涙止まらない時あったじゃん。そうだね、ちょっとだけね、自分でこう自分をこう追い込んでたっていうかね、責任感が強いからね。ちょっと考えすぎなところあるんだけど、そんな時期はあったね。懐かしい。なんか結構ねその時をきっかけに私も本格的になんかちゃんと私がそのブランドとかを作って、未来が見えるようなことがあったら、なんか仕事を辞めて手伝ってもらいたいなっていうのをすごい思ってた。
ずっと自分もなかなかそういう全然違う業界だから手伝いたいって気持ちはあるけど、本当にこう力になれるのかなっていうのは不安だったから、そういう思いでいてくれてるっていうのを知った時はすごい嬉しかった、やっていいんだっていう、私が数字が弱いからそうだね、真逆。会計とか経理とか、そういうキチキチしたのがさ苦手だからさ、そういうの得意じゃん、そうだね強みが真逆だからね、だからその点はね良かったかもね、いや実際ちょっとねもう一緒にやってるけどさ、うまいことピースが勝ちってバランスはね、いいかもしれないね。そんな気はする、だから結構視聴者の皆さんにもご心配をねおかけするような内容になっちゃってたかもしれないんですけど、夫婦としてはいろいろこう半年以上ね、話し合って決断をした、結果、2人でこうしばらくブランドのお仕事を頑張ってみて、もちろんね諦めないけど、うまくいかなかったらその時はその時でちょっとまた考えるし、柔軟に、どんなことがあっても私は諦めないからもちろん一緒ですよ、だからその気持ちがあれば一緒に二人三脚でできるかなというふうに思って決断に至りました、驚かせてしまった皆様は本当すいません。楽しくやってます本当にね、友達からも、ずっと一緒に仕事してんだよねみたいなよくやれるねみたいな言われるけど、不思議となんかね、大丈夫だね、その今まで以上に、そのお互いのやってることが分かるし、なんかね、なんで家事してくれないんだろうとか、そういうのって分からないと思っちゃうけど、それが本当になくなって、今忙しいんだろうなとか、だから逆にやった方がいいなとか、その逆もあるじゃん、それが、メリットだと思うけどね、すごく、そうだね、もちろんみんな夫婦の人たちが、2人で仕事をするバランスが相性がねいいかどうかっていうのは、その人の特徴次第だとは思うけど、なんか私たちの場合はその特徴が真逆だったから、なんか一緒にやっててもお互いの仕事の状況が見えることで、割とその家庭のバランスとかもこう今のところは崩れずにやれてるっていう感じだよね。そうだね。でね、こうやってちょっと驚かせてしまうようなニュースだったかもしれないんですが、夫婦二人三脚で頑張っていきたいと思っておりますので、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あとはね、なんか動画の本編でもお伝えしたんですが、なんとね、改めて、ぬきてぱさんとのコラボで、5月の17日から東京と大阪でもポップアップが決まりました。すごいよね、夢みたいです。夢みたいだしさ、年始に言ってた関西でやるっていうのが、早速なんかトントンってなってびっくりした。そう、ぬきてぱさんっていうのは私が今もこう着ている大好きなお洋服のブランドなんですけれども、なんかそこのブランドが私もう本当に大好きで、もう3年ぐらいかな、ずっと愛用して着させていただいてきて、もうずっとラブコールはねずっとなんかこう電波を送らせて電波を送っていたんですけど、まさかの青山店とグラングリーン大阪でポップアップをやらせていただけることになりました。いや、これもね、第1回目のさポップアップの時に、みんながぬきてぱさんにね言ってくださったんだよね。そう、視聴者さんのおかげだよ。本当に視聴者さんのおかげで、
私は多分ネームは私のネームは多分届いてなくて、視聴者さんがそれを届けてくれたっていう、なんかそれが本当にすごくて、なんか泣けてきちゃったティッシュいや本当そうだよね、すごいよね。ありがとう。いや本当すごいよ。もうね、ぬきてぱのスタッフさんの皆さんからもニコさんが着てた服これですかって聞かれますって言われたりとか、皆さんが知らず知らずのうちに僕たちのね思いを電書バトのように届けてくれたからこそ実現したポップアップで、皆さんにもぜひお時間があれば、ぜひちょっとちらっと見に来るだけでもいいから来てくれると嬉しいですし、17、18はね青山店にニコちゃんと、私もいますし、翌週の23と24は24と25はグラングリーン大阪の商業施設の中のぬきてぱさんの店舗内にニコちゃんと私がいますので、ぜひね、ちょっとみんなに感謝を伝えたいなと。そうだね、本当になんか、なんだろう、結構一枚一枚はそれなりにちょっとお値段がしちゃうブランドさんではあるんですけど、なんか私にとってこうぬきてぱさんのお洋服って一言で言うと、なんだろう、自分の人生の主役にしてくれる服だっていうふうに思っていて、なんかこうなんか本当にこうデイリーでも着れるお洋服なんだけど、ちょっと気分が下がっちゃってる時とかにこう羽織ると、すごいこうその日一日の気分が上がって、こう特別な、何でもない日でも特別な一日にしてくれるようなお洋服なんですよね。だからなんかこう本当に一番最初ぬきてぱさんのお洋服と出会った時に、こう青山店、こう夢の青山店って感じで、なんか行ってみたいけどこうお店の前を通り過ぎるだけでなんか緊張してなかなかこう入れなくって、こう3回目ぐらいにお店の前通った時にこう勇気を出して、お店の中に入った時にこうスタッフさんたちがすごいアットホームで優しく接客してくれて、もうその時初めて買った一着はもう今でも大切に着ていますし、なんかそういう特別なお洋服を着るっていう体験をなんかするいい機会に今回なればなというふうに思っているので、なんかもちろんね、今回私たちのその新作で出したホワイトラインも本当にすごくいい香りで、結構ね投票数も1000人ぐらい超えたかな、のルームメイトの方から選ばれた2種類の香り、ガーデンとジャスミンブーケがもう本当に誰に嗅いでいただいてもいい香りなので、なんかその香りを嗅いでこうちょっとお洋服を試着してっていう、なんか特別な体験ができる、一日にできたらなというふうに思っておりますので、気軽に予約とか今回はいらないので、会いに来ていただけると嬉しいです。そしてね、改めてにはなっちゃうんですけど、本当に皆さんがこうやってぬきてぱさんに声を届けてくださったおかげで、関西のねポップアップも、実現が叶って本当にありがとうございます。ありがとうございます。第1回目のポップアップにもたくさんの方に来ていただいたんですけど、また再会できるのを楽しみにしています。当日はね、本当にお祭りみたいな気持ちで楽しんでいただけるちょっとプレゼントだったりとか、いろんな特典もご用意する予定なので、詳細はボヌークの公式インスタグラムと LINE の方でお知らせをさせていただくので、そちらもぜひフォローして楽しみにお待ちください。それでは、次の動画とポップアップでお会いしましょう。バイバイ、待ってます。